こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回は大阪万博パビリオン14選を忖度なしでズバッと評価します。せっかく万博に行くなら後悔したくないですよね。それでは行ってみましょう。 Here we go。 評価は5段階評価で星5個が最高点です。採点内容は独断と偏見で行いました。各パビリオンの解説もしっかり入れているので参考にしてくださいね。まずは電力感。私たちの評価は星4つ。ここの魅力は卵の可愛さとゲームの楽しさ、そして最後に待ち受けている光のサプライズでしょうか。ここは事前予約でゲットしました。中ではすべて立ってゲームをしたり映像を見たりします。中は1人1個光る卵を持って回る流れになっています。まずどの色を選ぶか悩む。この光っている卵が可愛いんですよ。次の部屋で映像を見た後、上に上がっていろんなゲームにチャレンジしていきます。これは子供たちも大興奮。人もいっぱいいるので少し並ばないといけないものもありますが、皆さん楽しそう。後で成績が見られますよ。時間になると卵が白く光るので退出の時間です。隣の大きなモニターがある部屋で電力について学んだ後、これで終わりかと思いきやまだまだ残っていました。見てください。この幻想的な光と音の大迫力。無数の LED が織りなす芸術作品。これは知らなかった。続きはぜひ実際訪れて体感してくださいね。映像では伝わらない感動が待っていますよ。さあ、私の卵の成績はどうだったんでしょうか。結果は4個でした。いやー、電力感も楽しかった。もっとゲームもやりたかったけど仕方ないですね。続いては三菱未来館。ここの評価は星3つ。入って階段を上ったところで1回、さらに上ったところで2回目と映像を見るのですが、見てて楽しいという内容ではなかったので星3つにしました。2回目の映像は映画館みたいで大きなスクリーンに映し出される映像を座って見ることができます。ここも3日前の事前予約でゲットしました。三菱未来館は命輝く地球を未来につなぐをテーマに、命の始まりから命の未来までを映像を使って紹介してくれます。残念ながら上映されている映像は撮影禁止だったのでお見せできないんですが、わかりやすい表現になっていて、遠足などで来る子供たちなどにいい感じではないでしょうか。最初にぬるぬると命の未来館を見た後に三菱未来館に来てしまったので、平和というか安心して時間を過ごせた感じですね。次はガンダムパビリオン。ここの評価は出たー、星5つ。臨場感、没入感、迫力、ストーリーと最高のパビリオンです。これはぜひ映像を見てほしい。ここは当日予約でゲットしました。椅子に座って見るのではなく、すべての場所で立ったまま見て楽しむパビリオンです。正式にはガンダムネクストフューチャーパビリオンです。パビリオンの前には実物大ガンダム。この姿には未来に向けて希望を差し伸べるというメッセージが込められているんだとか。まず受付した後はモニターが並んだ部屋で映像を見ながらスタートを待ちます。次の部屋では宇宙ステーションと地上をつなぐ軌道エレベーターの説明動画を大きなモニターで見た後、隣のエレベーターの中へと誘導されます。
ここは本当にエレベーターの中のようで、床が振動したり、360度囲まれたモニターと天井に映し出される映像でリアルな状況を作り出してくれています。宇宙ステーションに入った私たちを待ち受けているのは、宇宙ゴミの中に紛れ込んでいたジオングとの戦い。これがかなり迫力と緊張感があって、めちゃくちゃ没入感が味わえます。映像も音響もすごく迫力があって、本当に目の前で戦っているよう。そして最後の部屋ではガンダム登場で戦いはクライマックス。ここも周りをモニターで囲まれているので、本当に宇宙船の周りで戦いが行われているような感覚に陥ります。どういう勉強なの？勉強ではないかもね。まあでも宇宙でこれからそうやって生活したりとか研究したりとか、そういうのが当たり前になってくるってことなんじゃない？やっぱりガンダムかっこいい。これはガンダムを知らない人でも十分に楽しめるパビリオンになっています。ガンダムの後ろから見るん初めてやわ。なんか脈ついてた。脈ついてた？ほら、あそこに。あ、ほんまや。ここからシグネチャーパビリオンを3つ連続で紹介していきます。まずはヌルヌル。ここは星4つ。ヌルヌルは演出を楽しむインスタレーションモードと対話を楽しむダイアログモードがあります。私たちが体験したのはインスタレーションモードなので、ダイアログモードは体験したらまた報告しますね。ここは予約なしで入ることができました。インスタレーションモードは立ったまま演出を見るパビリオンです。ヌルヌルはメディアアーティストの落合陽一さんがプロデュースした作品で、鏡に囲まれた空間で音と光が融合した不思議な空間を体験できます。歪んだ合わせ鏡が織りなす無限に広がる空間に引き込まれます。いやー面白かった。しかしこの外観すごない？ほんま漫画の世界ですわ。続いてシグネチャーパビリオン2つ目は命の未来館。ここの星は出ました、5つ。何がすごいって、まずはアンドロイドの動きというか人間っぽさがすごい。あとストーリー仕立てになっていて、最初はあまり意味が分かってなかったんですが、徐々に理解していくといろいろ深さがあります。予約はキャンセル待ちでゲットしました。キャンセル待ちとは、当日にキャンセル待ちの登録をして、キャンセルが出たら連絡が来て、30分以内であれば入館できるというシステムです。ここは基本的に歩いて移動し、立ってみるパターンですが、一部座ってみる場所もあります。ここは3つのゾーンで構成されていて、ゾーン1は物に命を宿してきた歴史が紹介され、ゾーン2では50年後の高度なアンドロイドが人の人生の中で大きな役割を果たしている未来が描かれています。しかも50年後の人の命の選択が今の私たちに提起されていて、めちゃくちゃ考えさせられました。人の命はアンドロイドを通じて生き続けるべきなのか、それとも自然の摂理に従って消滅していくべきなのか。涙なしでは見られないパビリオンです。ゾーン3では1000年後のアンドロイドが紹介されています。これは人間なのか？アンドロイドなのか？ここもぜひ訪れてほしいパビリオンです。シグネチャーパビリオン3つ目は命動的平衡感。ここの評価は星2つ。いや、すごいんですよ。建物も曲線美がすごいし、中の演出も動的平衡の説明もすごいんですが、私の頭がついていけませんでした。ここは福岡伸一さんがプロデュースするシグネチャーパビリオン。命動的平衡感はかなり目を引く建物で、中は結構シンプルな作りになってました。最初は中央のクラスラと呼ばれる32万球の LED が
生命の誕生からの物語を映し出してくれます。その後、福岡さんから動的平衡の説明動画が流れるパビリオンです。いやー、なかなか頭を使うパビリオンでした。多様な命の流れの中に連なっているのです。次は海外パビリオンにも行ってみましょう。ここはウズベキスタン館。ウズベキスタン館の評価は星3つ。この日も結構人が並んでいました。ここも歩いて回るパビリオンで1階から入り、最後は屋上に出てくる流れになっています。この土壁のトンネルを通っていくのがなんともドキドキする。しかも独特の匂いもあるんですよ。これは現地に行かないとわからない。ウズベキスタン館はまず国の特徴を紹介。暗い部屋の中で様々な紹介スポットを自由に見て回る感じ。説明してくれる人もいるんですが、全体にというよりは近くにいる人に話している感じですね。その後、中央の筒状の部屋に入って360度囲まれた映像を見ます。で、全然気づいていなかったんですが、実は2階に上がっていました。天井が低くなったと思っていたら、床が上がっていたようです。その部屋から2階の外に出ると、2階から見上げる大屋根リングがちょっと不思議な感じ。外国の世界観を体感できました。次はガスパビリオンお化けワンダーランド。ここの評価はまたまた出ました。星5つ。私たちは当日予約でゲットしました。基本歩いて楽しむパビリオンです。ガスパビリオンお化けワンダーランドは日本ガス協会主催のパビリオンで、化けろ未来をコンセプトとして XR ゴーグルをつけてお化けたちと一緒に未来に向けて化ける、ドキドキワクワクな体験のできるエンターテイメントパビリオンです。そうそう、並んでいる間にアプリを取ってパビリオンにスマホを向けると、こんな映像を見ることができるんです。待っている時間つぶしにぜひやってみてくださいね。ここで出てくるお化けのミッチーが可愛いんですよ。また XR ゴーグルで見ることができる飛び出るお菓子やキャラクターなど、結構リアルで楽しい。特に足元が崖になる映像が流れた時、本当に下に地面がないように見えるんです。結構怖かった。またメッセージ性の高いパビリオンで、人間の欲が高すぎて二酸化炭素を多く作り出したものが悪役として出てきて、それを人間の思いやりの心で浄化していくストーリーになっています。子供が見ても納得してもらえる内容に仕上がっていました。ちなみにうちの娘はミッチーが可愛すぎて2200円のカチューシャを買っていました。ここはかなりおすすめのパビリオンですよ。ここは飯田グループと大阪公立大学共同出展館。さあ、星の数は2つ。楽しさというよりは真面目に未来を考えたパビリオンですね。ここも立って楽しむパビリオンです。この建物の外装に使われている素材は最新技術を取り入れた西陣織だそうです。最初の部屋で紹介動画を見た後は、この大きな部屋で未来の都市の模型を見ることができます。未来型住宅では自分の健康状態を常にチェックしてくれて、食べ物や生活などを AI が分析してアドバイスしてくれるようですよ。ドラえもんに出てくるような未来の世界がこうやって現実にできているんですね。さあ、海外パビリオンに戻ってインドネシア。ここの評価は
星3つ。予約なしで並んで入ることができました。基本は立って楽しむ場所ですが、一部座って鑑賞する部屋があります。早速英語で説明が始まりました。余裕で理解できるわけもなく、止まっているとちゃんと日本語でも説明がありましたよ。So for this year, Indonesia, enjoy experience. Thank you. Enjoy Indonesia. Arigatou gozaimasu. この部屋にはインドネシアの植物が植えられていて、気温と湿度が結構高い。この日は風が強くちょっと肌寒かったので、ちょっとほっとしましたが、真夏になるとどうなんでしょうね。他にもインドネシアで生息している動物たちの紹介もあり、面白い空間でした。Tropical rainforest section or the nature section. In this section, you can find many plants, trees, and flowers that are either me or my colleague over there, and we'll try our best to answer your questions. Thank you. 次の部屋への案内がありました。ジャングルを抜けた先には何が待ち受けているんでしょうか。平行、顔がなんかないやー、目まぐるしく変わる映像と音楽に圧倒されてしまいました。インドネシア、なかなか力を入れてますね。この辺りには先住民が使っていた道具が展示されています。あ、
ここはさっきのジャングルの2階だったんですね。続いて入った部屋では、未来のインドネシアの街が模型で作られていました。しかし、いくつ展示室を作ったんだ、インドネシア。またまた新しい部屋に入りました。ちょっとした休憩室みたいな雰囲気です。現地の布などが展示されていて、映像も大きなスクリーンで流れていますね。次の部屋がまだあるみたいですよ。次は一体何を見せてくれるんでしょうか。これはなかなかのボリュームですよ。どうもシアターのようですね。全部を流すと長いので、ちょっとだけお見せしますね。シアターを抜けると、そろそろ出口に向かいそうです。ここではバリのコーヒー、バリコピが無料でいただけました。なかなか香り高いコーヒーです。あと、お菓子もいただけたんですが、味はぜひ食べてみてください。いやー、いっぱい見れてお腹いっぱい。さあ、続いてはオーストラリア館。ここの評価は星4つ。私たちは事前予約でゲットしました。ここも歩いてみて楽しむパビリオンです。おー、建物の中に森がある。これはすごい。クオリティ高い。しかも入り口入る前に獣臭がしてたんですよ。それもすごくないですか？木の幹に何かいますね。あれは何でしょう？森を抜けると映像の世界が広がります。これはまたすごい部屋ですね。グレートバリアリーフや美しい海中の映像など、正面と左右、そして天井に設置された画面に映し出されています。これは見入ってしまいますね。時間を忘れて眺めていました。
いやー、見応え十分でした。建物を出たところにショップがあって、ここで買ったものをこのスペースで食べることができるみたいです。続いて、外観がめちゃくちゃ気になるアゼルバイジャン。ここの評価は星2つ。予約なしで入ることができました。ここも歩いて見て回るパビリオンです。出口の手前で2階のカフェに行けたのかな。アゼルバイジャンは北にロシア、南がイランに挟まれた国です。これもスクリーンになってるんや。なるほど。続いては、アトムが出迎えてくれるパソナ館。ここの星は、悩んで3つ。4つに近い3つといったところでしょうか。ここは予約なしで入ることができました。すべて歩いて立って楽しむパビリオンです。お、あっちに見える建物はパソナではないですか。パソナのパビリオンといえば、あれですよあれ。iPS 細胞の実物が見れるってやつ。あと、鉄腕アトムとブラックジャックが案内してくれるってやつ。行ってみたいと思ってるんですが、予約取れていないんですよね。入れるんかな。入ろっか。え、予約なしでも入れるの？行ってみてもいい？ライブ配信はダメみたいです。さあ、いよいよ中に入りました。パソナのパビリオンは3つのゾーンに分かれているみたいです。最初のゾーンは命の歴史ゾーン。入ってすぐのところに立っている赤い塔のようなものは一体何でしょうか。これは生命進化の木。私はこれを見たときに1970年の大阪万博のシンボルだった太陽の塔の中の生命の木を思い出しました。皆さんは見たことありますか？興味を持った方はぜひ調べてみてください。太陽の塔みたいな感じかな。生命進化の木でございます。This is the tree of life evolution. それらから10の小さな It tells the story of the evolution of life in transition. 過去、現在、未来。やばすぎる。
は人類は救われました。ですが悪魔の体が傷つき、地球に残る力は地球そして私も気づけばこの未来世界に生きていた。私はここで iPS 細胞の実用化をしてその研究に没頭した。そして君が運ばれてきた時、ようやく私がここに来た理由が分かったんだ。君を助けるためだった。これは iPS 心臓。動いてる。自分で動いてる。こっちは iPS 心筋シート。こっちも自分で動いてる。このシートを貼って心臓の動きをサポートするんだって。すごー。なんか匂いする。怖い。お化け。土の匂い。かな。そう言われてみたらそんな気する。ミミズ出てんの。そう言われてみたら土の匂いな気がする。するな。怖い。この点々めっちゃ怖いやん。全部虫やろ。え？虫やろ。微生物。めっちゃ怖いね。めっちゃ怖いね。こんなんおった。あんなんあったんやな。大地の恵みを受けて微生物と共に生き続けている。これは未来を旅する希望船。本日のおすすめは緑黄色野菜とシーフードで作られたチョコレートです。味も栄養も抜群のヘルシーフードですよ。会議のリクエストを受信。オフィスゾーンに移動します。赤ちゃんクジラが生まれました。早く来てください。この歴史的な瞬間を一緒に。ああ、そうなんや。パビリオンの出口にはショップがあって、アトムやブラックジャックのグッズがたくさん売ってました。どれも可愛いしおしゃれ。さあ、いよいよ最後のパビリオン紹介です。NTT パビリオン。ここの評価は星4つ。私たちは事前予約でゲットしました。ここもすべて歩いて見て回るパビリオンです。あ、ここでちょっと困ったポイント。各パビリオンで入場するときに入り口で QR コードを読み取ってもらうんですが、NTT パビリオンの QR コードってどこで表示させるんだって迷いました。結論からお伝えすると、入場の時に使った QR コードで OK です。なので、予約を取っているパビリオンの入り口で提示する QR コードはすべて同じなので、それを準備しておいてくださいね。先ほどの事前予約が必要なパビリオンがあるって話の続きですが、これはチケットをゲットして行く日が決まったら準備 OK となっている人には
知らないと非常にもったいない情報ですよね。また、予約が必要なパビリオンでも当日予約ができるパビリオンもあるので、当日のチャンスがまだあるかどうかもチェックしておきたいところですね。でも、入場してから10分経たないと予約できないことと、当日予約の場合、そのパビリオンが終わらないと次の予約が取れないので注意が必要ですね。では、私たちが2ヶ月前予約でゲットした NTT は期待通りなのか、ワクワクが止まりません。さあ、いよいよ中に入っていきますよ。最初の部屋はどんな感じになっているんでしょうか。全く下調べせずに来ているので、この先に何が待っているのか全然知りません。このパビリオンは時空を旅するパビリオン。次世代情報通信基盤 ION による空間伝送技術の紹介です。ゾーン1は今までの通信技術の発達とこれから伝わるようになる気配や空気を様々な映像で紹介してくれます。音と映像が大迫力で見入ってしまいました。小さな子には驚かないようにヘッドフォンを渡していたのが細かいところに配慮してるなぁと思いました。続いてゾーン2は 3D メガネをかけて Perfume が1970年の大阪万博と2025年の大阪万博をつなぐ映像が見れます。これは一押し。本来なら 3D メガネをかけて見る映像なので画面が見づらいのはご容赦ください。家に 3D メガネがあったらこの映像も飛び出てくるのかな。もし持っている人がいたらどうだったかコメントで教えてください。なんかすごい。いやー、このゾーン2はめちゃくちゃ面白かった。数年後のコンサートはこういうデジタルで離れた場所でも立体的に見れるようになるのかなーって思いました。また、私はまだ生まれていないので行っていないですが、1970年の大阪万博の映像が逆に新鮮でめちゃくちゃ興味深かったです。さてさて、次はどんな部屋が待ち受けているんですかね。ゾーン3は一体何が起きるのか非常に楽しみです。何か奥に人の画像が映し出されていますね。あれは一体誰なんでしょうか。説明が聞こえてきましたよ。どうやら私たちの姿をスキャンしてあの画面に映し出しているようですね。どんなポーズで撮ってもらってもいいですよって言ってもらったものの、普通の姿勢しか撮れない小心者の私なのでした。この部屋にいる人の画像がこの画面に並ぶんですね。これから私たちの画像がどう使われてどんなことが起きるのか少し怖いですね。
Vamos a mover, mira, por ahí van a pasar, por ahí van a pasar. Ahí vas a pasar, María. Ah, ya te viste. Ahí va. Ya, ya. Ahí está. No sé qué me salió. NTT パビリオン、なかなか不思議な体験をさせてもらいました。事前予約をした価値は十分にありましたね。さすが NTT ですね。外には昔の電話を使えるブースがありました。はい、以上14パビリオンの紹介が終了しました。皆さんどうでしたか？おそらく人それぞれ評価は違うと思うので、ぜひ行かれた方はコメントでご意見を教えてください。これから行く方にとってはめちゃくちゃ欲しい情報だと思います。ではお待たせしました。最初にお伝えしていたおまけ情報をご紹介。万博はなんだかんだ動き回るので疲れます。そんな時に欲しくなるのが美味しいおやつ。まずはポルトガル館で売っているエッグタルト。本場での呼び方はパステル・デ・ナタ。本場リスボンの老舗の味を忠実に再現しているそうです。あ、熱っ。めっちゃ熱々。中のとろっとした濃厚クリームが美味しい。周りのパイ生地がサクサクで香ばしい。1個税込み453円です。これはぜひぜひ食べてほしいスイーツです。もう一つがイタリア館で売られているイタリアンジェラート。イタリアといえばジェラートでしょう。案の定めっちゃ並んでました。30分ぐらい並んでやっとゲット。私たちはピスタチオシチリア、いちご、アマレーナを注文しました。アマレーナとはブラックチェリー味のジェラートで、苦味と甘さのバランスが取れた味わいです。中でもピスタチオが濃厚で風味が強くめっちゃ美味しかった。アマレーナはあまり馴染みがない味だったので海外感があってよかった。値段はトリプルで1100円でした。これもぜひおすすめのスイーツです。最後に穴場を紹介。それがセブンイレブン。ただのコンビニじゃんって侮らないでね。ここのセブンイレブンはただのセブンイレブンじゃないんです。なんと出来たてフードが充実。これは美味しそう。セブンイレブンの一部の店舗でしか売られていない限定商品もあるそうですよ。小腹が空いたのでアメリカンドッグをいただきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどのパビリオンが気になりましたか？ぜひコメントで教えてください。これから万博に行く人でどこに行こうかなと悩んでいる人や、どの順番に見て回ろうかと考えている人の助けになれば嬉しいです。この動画が役に立ったと思ってもらえたら最高です。高評価ボタンとチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。